こんにちは、みすずです。今日は低糖質サンドの定番、生ハムとクリームチーズの油揚げサンドをご紹介します。パンの代わりに油揚げを使った低糖質なサンドイッチ。大豆臭さをなくすポイントは、開いて使う、チーズ焼きして使う具材を挟んでからしばらく置くの3つになります。食べてみたいと思ったら評価ボタンとチャンネル登録していただけると嬉しいです。また過去動画には高野豆腐を使ったサンドイッチもあるので、概要欄にリンク貼っておきますね。今回油揚げは正方形のものしかなかったのでこちらを使っていきますが、長方形の油揚げだったらこの半分の枚数2枚あれば大丈夫です。また挟む具材はお好みなもので、普段サンドイッチに使うものだったらほぼ大抵何でもよく合うので、お好きなものを挟んでみてください。今回はクリームチーズ生ハムに生野菜、きゅうり、人参、レタスを使っています。この他だと例えば紫キャベツとかアボカドとか入るとまた色味が増えるので美しい断面になりますよ。では作り方です。まずは油揚げを開いていきましょう。3辺に包丁を入れて開きます。開く時のポイントは横から見て高さ半分のところに包丁がまな板と平行に移動するように入れてあげる。あと周りをぐるっと切ってから真ん中をキルってしてあげると結構平行に切りやすいです。スポンジケーキを切るのと同じような感覚ですね。ただこの後でチーズを乗せて焼いてから使っていくので、別に破れても全然大丈夫です。問題はないので気にせずもうガクッと切っちゃってください。開いてもらったら天板に並べて焼いていきます。開いた油揚げを2枚分を1組として使っていきます。では焼いていきましょう。トースターのトレーかオーブンの天板にオーブンシートもしくはくっつかないアルミホイルを乗せます。これはくっつかないホイルを使用しています。この上に油揚げを1組分2枚ですね乗せて切り口を上にします。シュレッドチーズ 50g を全体に広げましょう。このままだとどうしても剥がれやすくなるので、さらに離れないように真ん中を爪楊枝を刺して固定しておいてください。この楊枝は後で外すので、抜きやすいように上の方に飛び出るような感じで刺してもらうと抜きやすいです。ではこの状態で焼いていきましょう。トースター余熱なしで大丈夫です。1300W で5分ほど。焼き上がりの目安は油揚げがしっかり周りが焦げてカリッとしていて、チーズが全体とろけてフツフツしていて、さらに焼き色が少しついてるぐらい、こんな感じですねが焼き上がりの目安です。取り出しましょう。焼きすぎるとちょっと油揚げが焦げ臭くなるので、そんなにしっかり焼かないでもいいですが、チーズがデローっと柔らかい状態だとパンの代わりに使いにくいので、結構しっかりめに焼いてあげてください。残りも同様に焼きます。先ほど使ったアルミホイルそのまま使用しています。同じように切り口上でチーズを乗せて爪楊枝で固定して焼いていきましょう。2回目はトースターの庫内温まっているのでちょっと時間短めにしてあげるとうまく焼けますよ。同様に焼けたら取り出します。熱いうちに爪楊枝を外してあげましょう。これはちょっと2枚目焼いてから外しているのでちょっと外すのが大変だったんですが、熱いうちだとチーズがまだふにゃっとしているので抜きやすいです。やけどに注意して外してあげてください。もう1枚も同様に外します。こんな感じで上にチーズが乗っかっちゃった場合はちょっとほじくって取り出してあげてください。楊枝を外すことができました。ではしばらく冷まします。サンドイッチに使うので熱々では使えないです。具材を準備しておきましょう。薄切りにしたきゅうりと、それからレタス、あと人参は1本分を細切りして塩もみして、そこにレモン汁とオリーブオイルを加えてちょっと混ぜておいたものになります。レタスは 4,5 枚を重ねて端からくるくる巻いておいてあげると断面にうまくレタスの渦巻きが出るので美しくなります。クリームチーズをほぐしましょう。クリームチーズはこのままではなかなか塗りにくいので、もし時間があったらゴムベラなどで柔らかくほぐしておいてあげてください。ラップに包んで上から指で押すとかでもいいですけれども、塗りやすくするにはやっぱりゴムベラでほぐしてあげた方が柔らかくなります。ではサンドイッチを組み立てましょう。ラップを大きめに広げます。クッキングシートなどでも OK です。チーズの面を上にして油揚げを乗せて、その上にクリームチーズ分量の全量 100g を塗り広げます。この時のポイントは全体が平らになるように生ハムを乗せましょう。
こちらも全体なるべく同じ高さになるようにしてあげてください。今回は真ん中にこう斜めに置いて、残りを周りに置いています。きゅうりは薄切りを重ねて並べます。オリーブオイルを少し垂らして、キャロットラペをその上にのせます。オリーブオイルの代わりにマヨネーズでもいいです。塩コショウでもいいですよ。レタスをくるっと巻いた状態のままのっけます。レタスが落っこちないように手で押さえながら残りの油揚げを上にのせてラップで包みます。ギュギューっと中の空気抜くように、キュッと全体がくっつくようにラップを閉めながら包んであげてください。横を止めたら側面も止めます。これで出来上がりです。この状態ですぐに切ってしまうと崩れやすいので、冷蔵庫で30分ほど置いてあげてください。また油揚げサンドはちょっと時間置いてあげた方が全体が馴染んで、野菜の水分を油揚げが吸って油揚げと野菜に一体感が生まれるので、もし時間があれば半日ほど、例えば朝作ってランチに食べるとか、それぐらい時間を置いてあげるとより美味しくなりますよ。お好きなサイズにカットしましょう。切り方はお好みで良いので、斜めに半分でもいいですし、喫茶店のように3分の1の部分で半分、残りの3分の2を斜めにっていう感じで切ってもらってもいいです。3つに切った方が食べやすいのですが、それだと写真撮ってる間にばらける可能性があるので、今回は2つに切りますね。2つにまっすぐに切る場合は、一番最初にくっつけた油揚げと油揚げのつなぎ目の部分でザクッと切ってあげましょう。よく切れる包丁でラップの上からざっくり切ってあげてください。ラップの代わりにクッキングシートを使った場合も同じです。シートごとカットしましょう。これで出来上がりです。お好みで塩コショウを振ったりとか、パセリを散らしたりとか、ピンクペッパーを乗っけたりとかしても可愛いですよ。器に盛ります。付け合わせにクレソン、春菊、プチトマトを添えています。これで完成です。結構ね、のんびり写真撮ってると具材が下に落っこちることもあるので、写真撮りたい方は手早くやってあげてください。この最初の画像に比べるとちょっとレタスがもう崩れてますよね。こんな感じでしばらくこう立てて置いとくだけでちょっと断面がガタガタしちゃうので、写真を撮りたい場合はお早めに。最後まで見てくださりありがとうございました。今日は油揚げを使った低糖質なサンドイッチをご紹介しました。クリームチーズとハムを使っていますが、その他お好きな具材で卵サンドでもいいですし、生ハムじゃなくて普通のハムでもいいですし、肉巻きを詰めたり、かぼちゃマッシュを詰めたり、お好きなものでどうぞ。油揚げサンドを美味しく作るポイントは、油揚げを開いて使う、チーズ焼きして使う、具材を挟んでからしばらく置くの3点になります。これで大豆臭さがだいぶ和らぎますよ。また詳しいレシピはブログにも書きますので、そちらも見てくださると嬉しいです。食べてみたいと思ったら評価ボタンとチャンネル登録していただけると嬉しいです。ではまた。作ってみたいと思ったらぜひチャンネル登録と高評価をお願いします。このチャンネルはお砂糖みりんなしレシピを載せています。詳しいレシピはすべてブログに書いてあります。また見に来てくださると嬉しいです。Twitter、Instagram、TikTok なんかもやってます。こちらもぜひ覗いてみてね。それではまた。